ここでね、ちょっとね、マニュアルモードにして、一回ね、回してみましょうか。パドルにして、ちょっとね、一足落とした状態でね。で、スポーツモードに入れます。で、ここでね、ちょっと回してみましょう。いやー、もうね、すごい。このぐんとね、出るこの感じ。今ね、踏み込んで5000回転ぐらいまで回ってるんですけど、この音ですよ。皆さんに伝わってますかね。はい、どうも、ゆちチャンネルです。先日緊急で RX 買います宣言動画出したんですが、まだね見てない方は概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひねそちらも合わせて見ていただきたいんですけど、実は RX を買う決意をした後にやっぱりね最後にもう1回だけ RX350 を試乗してみたいと、そういった気持ちがね強く湧き上がってきてしまいまして、実はですね、こそっと最後の最後で泣きの1回の最終試乗評価をしてたんですよね。いやね、なんせね、800万の買い物ですよ。私にはね、大金なんです。しがないリーマン野郎的には、徹底的に細部まで確認して、そしてちゃんと納得してからハンコを押したいと、そういうふうに思うわけですよ。この一世一代の決意をしたばっかりなのに、後になって少しねひよってしまうっていうこの気持ち、わかる方いますかね。ただタイミングがタイミングなだけに、年次改良時期真っ最中っていうこともあって、近隣のねどこの販売店も RX350 の試乗車が全然置いてなかったんですよ。もちろんマイディーラーにもなかったわけです。というのも、年次改良が入ると前年モデルのほとんどは全て CPO に流れていってしまうらしく、認定中古車として販売されてしまうそうなんです。ただこんなことぐらいでね諦める私では全然ありません。マジで自分が行けそうな販売店全てに電話しまくりました。半ばですね、私も諦めかけていたその時、なんと幸運にもちょうど私の日程と合う販売店が1店舗だけ見つかったんですよ。そこで全は急げということで、ぜひ試乗させていただきたいと電話したら快く了解していただきまして、それだけではなくてですね、なんと撮影まで許可していただけるという神対応だったんですよね。いやーね、本当にありがとうございます。それではレクサス RX350F スポーツ購入前のリアル最終試乗インプレッションやっていきたいと思います。ということでですね、RX350F スポーツガソリンターボモデルですね、こちらをね、レクサスながら店さんで試乗させていただけるというところで、私今からですね、ちょっと試乗、購入前の最終評価と、今一度ですね、350ガソリンターボモデル試乗したいと思います。では、スタートしていきましょう。やっぱ静かですね。でね、このレクサス特有のオープニングサウンドがあって、メーターも F スポーツのメーターというところで、アイドリングはね、もう本当に静かです。全くね、ガソリンとハイブリッドそこまで遜色ない感じですね。では、ゆっくりとスタートしていきましょう。本当にね、最初のね、出足の感じはね、すごくね、優しい感じです。で、乗り心地も、もうほんとしっとりしてますね。やっぱり、これ多分車重の重さが効いてると思うんですけど、すごくね、乗り心地いいです。F スポーツって、なんか皆さんどっちかっていうと、足回り硬そうとか、足回りがやっぱりバージョン L と比べて硬いよってね、おっしゃられる方いると思うんですけど、このね、RX はね、本当にバージョン L であっても、F スポーツであっても、どっちもね、乗り心地ほんとめちゃくちゃいいんですよ。私 NX のバージョン L350H 乗ってますけど、やっぱ乗り心地だけで比べてしまうと、RX めちゃくちゃいいです。本当に。で、今ね、ノーマルの走行モードで走ってるんですけど、本当にね、ノーマルの状態であっても、アクセルをね、クッと踏めば、しっかりとね、リニアに反応してくれますし、やっぱね、車格のこの大きさとこの車重がね、乗り心地にも影響してますね。で、あと F スポーツなんで、ナビ AIAVS 入ってます。AWD 仕様ですので、本当にね、乗り心地いいですね。
でね、この F スポーツのね、このホールド感のあるバケット、これもやっぱり私としては新鮮ですね。バージョン L のシートって、どっちかというと、こう、バケット感というよりかは、フラットな感じのシートなんですけど、やっぱね、F スポーツって、このサイドからのね、張り出しと、あと腰のあたりの張り出し、しっかりあるので、右左折する時もね、体しっかりホールドしてくれます。いや、ほんとね、乗り心地いいな、マジで。いや、めちゃくちゃいい。で、私ね、当初試乗した時は、このガソリンターボモデルってトランスミッションが電子制御式の8速オートマなんですよね。で、ハイブリッドモデルは無段階変速機なんで、変速ショック全く感じないんですよ。で、初速から電動感のある滑らかなね、走りができるっていうのが、やっぱりハイブリッドモデルのね、魅力なのかなっていう風に思うんですけど、実際ね、この RX350 ガソリンターボモデルで、初めてね、試乗した時、1速2速の切り替わりがね、どうしても変速ショック感じるんだわっていうことを言ってたと思うんですけど、今ね、こう乗ってみると、そこまでね、むちゃくちゃね、変速ショック感じるかっていうと、そうでもないんですよね。切り替わりがね、結構、滑らかだと思います。当然ありますよ。1速2速のショック自体はあるんですけど、そんなめちゃくちゃ気になるかって言われたら、そうでもないのかなと思います。ここだよね。この部分。この部分がやっぱり感じるっていうところだね。で、これをもうちょっとアクセル回路多めに踏むと、より多分もうちょっとね、変速ショックがより分かりやすくなると思う。でも、これはね、もう8速オートマのシステム上のね、設定だから、もうしょうがないんよ。無段階変速機乗っとるわけではないから。でも60キロの流れに乗ってしまえばむちゃくちゃ静かだし、本当にね RX って静粛性高いんだよね。本当 NX と比較すると。でこのね乗り心地でしょ。 F スポーツであって、当然ね強くアクセル踏めばそれだけねグッと変速ショック気になるけど、もう普通に街中普通に走るだけだったらもう全然乗り心地もいいし、変速ショックもそこまでね気にならないし、で今回のね年次改良でフル液晶メーターも入るし、アンビエントライトの光量もね3倍にアップするし、いやもうほんとねいいですよね。で RX はねやっぱこの車格がねやっぱそれだけ大きいんで、室内も広いんですよ。もう圧倒的なね、ゆとりの室内空間って感じです。足元も広いですし、やっぱそれが NX との大きな違いですよね。1865と1920っていう車幅の大きさがね、まず違うんで、横のゆとりもしっかりあるし、高さもね、もう全然ゆとりあります。拳3つ分ぐらい入るんじゃないかな。これパノラマルーフがね、ついてる車両なんで、今開けて走ってるんでよりそう感じるかもしれないですけど、で RX はやっぱ後席にもね輻射ヒーターさえつけてしまえばベンチレーション、シートヒーター、電動格納シート、これ全部ついてきますからね。で RX の後席のねセンターコンソール、こちらもねやっぱ NX と違ってもうちょっと高級感のあるねセンターコンソールとなってますし、収納付きですしね。そういった部分でもやっぱ格上車両っていうところは出てますよね。で、あとね、RX と NX の大きな違いって、このね、オーバーヘッド周りとか、A ピラー部とかも、これ全部ね、スウェードなんですよ。で、NX って、ジャージ素材とかだったりするんですよね。これ天井とかも。でもやっぱここの辺がね、細かい部分までやっぱ RX って質感こだわってるなーっていうのはね、感じます。全部これスウェードですからね。やっぱ質感高いですよ、本当に。本当にね、ストレスないですね、街乗りでは。で、当然、こちらガソリンターボモデル、システム最高出力279馬力あって、トルク自体も430ニュートンもあるんですよ。なんでね、もうパワーとしてはね、不足なしですよね。で、この350ですと、車重も、2トンはいかないですけど、1940キロぐらいあるんですけど、NX と比べると、170キロぐらい重たいんですよ、車重自体も。でも、全くね、ストレスなく、こう出足のね、重たさなんかもないですね。もうぐいぐい引っ張ってってくれるような感覚があります。じゃあ、ここでね、ちょっとね、マニュアルモードにして、一回ね、回してみましょうか。パドルにして、ちょっとね、一足落とした状態でね。で、スポーツモードに入れます。
で、ここでね、ちょっと回してみましょう。いやー、もうね、すごい。このぐんとね、出るこの感じ。今ね、踏み込んで5000回転ぐらいまで回ってるんですけど、この音ですよ。皆さんに伝わってますかね。で、これがね、またね、走ってて、高揚させるようなね、いい音がするんですよ。ちょっともう一回トンネルの中入るんでやってみましょうか。ここでね、2速ぐらいまで落として、ここでグッと踏みます。いやー、このね、ブーンっていうこの音がね、本当にね、わかりますか？このレーサーみたいなこの音。これがね、またやる気にさせてくれるんですよね。あんまりね、速度を出しすぎるとね、ちょっと怒られちゃうんで、このぐらいにしておきたいかなと思うんですけど、本当にね、滑らかというか、違和感ないですね。で、この2トン近くの車重を、これだけね、ぐいぐいね、引っ張ってくれて、過不足ない走りしてくれるんで、いや、これはね、いいですよ、やっぱり。ガソリンターボモデル350。で、当然、やっぱハイブリッドと比べると、エンジンのね、サウンド、これはね、当然します。やっぱり。ただ、NX と比べると、エンジンからの、なんて言うんですかね、エンジンノイズって言うんですか？もうそれはね、かなり抑え込まれてると思います。NX だとやっぱりもっとね、エンジンサウンドっていうか、ノイズがしっかり入ってくるので、なんでこの辺はやっぱエンジンの遮音をしっかりね、RX やっぱやってるんだなって思いますよね。で、これは年次改良前の車両なんですけど、まあ私がね、購入決めた年次改良後の車両は、なおかつね、車両の改良入ってますので、走りもね、さらに磨きがかかってるでしょうし、リアにもね、ペアガラス入ってますので、より静粛性がね、高い形だと思うので、本当にね、納車がね、楽しみですね。いやー、これはね、ほんといいですわ。で、私ね、ずーっと F スポーツやっぱ乗りたいなっていう風に心でね、思ってたのがありましたし、RX ってやっぱり皆さん憧れるじゃないですか。レクサスの SUV の中で。で、昔で言うと LBX もね、なかったですし、今はね、もう LBX 登場してから、SUV の中だとこの RX って上から数えた方が早いですよね。もう LX の次が RX なんで。で、LX はまあどちらかというとね、本当にアウトドアに振ったようなね、大型の車なんで、都会派 SUV の中で見ると、やっぱ RX が SUV の中ではやっぱ一番上なんじゃないかなと思うんですよ。ブランドイメージの中でも。で、そういったのにやっぱ私乗りたいっていうね、こう憧れがずーっと昔からあったんで、で、ようやくね、RX 所有できると思うとね、ほんとね、もう今からね、ワクワクしてます。いや、本当にいいですわ、これ。で、先進のね、予防安全装備も PDA も入ってますし、今のね、世代の新しいレクサスセーフティーシステムプラス入ってますんで、セカンダリーコリジョンブレーキも入ってますし、周辺車両接近時サポートももちろん入ってます。もうそのあたりのね、先進装備全部入ってるんで、NX とね、やっぱ比較すると、NX はまだね、入ってない予防安全装備もいくつかあるので、で、アダプティブヘッドライトもね、RX ブレードスキャン式ですので、ワンランク上のね、アダプティブヘッドライト入ってるっていうのもやっぱいいですね。いやー、ほんと乗り心地いい。で、あと質感ですよね。質感も、もうこの辺のね、サイドとか全部ソフトパッドですし、全体ね、スウェードで覆われてて、もう特に助手席前がやっぱいいですね。NX の助手席前ってやっぱりこの辺りちょっと殺風景じゃないですか。ダッシュボードの下にね、パネルが入ってるぐらいで。でも RX ってやっぱ前にね、こうスウェードがぐーっと囲むように入ってますし、アルミのね、パーツも各所に配置されてて、こうスポーティーさもやっぱ出てますよね。そういった部分でね、やっぱ格上の車両乗ってるなっていう、所有満足度はやっぱ高まりますよね。全長も5メーター近くありますし、車幅も1920あってね、NX よりもやっぱりよりワイドなね、形なんで、で、当然ね、RX やっぱそれだけでかいんで、DRS 入ってないんでね、取り回しは 5.9 メートルと、まあ、若干やっぱり、取り回すのは大変でしょうけど、でもこの辺りはやっぱりね、車格のこの大きさ、迫力、見た目、これと僕はね、ペイオフのような気がするんですよ。まあ、どっちかをやっぱ取るしかないなと。見た目の迫力と、この乗っててのね、所有満足度と、まあ、取り回しの、まあ、若干の悪さっていうのは、まあ、どうしても仕方がないのかなと思います。ほんと今もね、これ60キロ弱ぐらいで走ってるんですけど、本当にね、エンジンのね、音がね、むちゃくちゃ静かなんですよ。で、知らん間に、
かなりの速度までね、出ちゃうんですよね、これ。だからやっぱガソリンターボモデルとね、この RX の車格と車重、本当にベストバランスじゃないのかなと思います。で、リセールもいいですしね。で、350H 私市場で乗ってますけど、やっぱりね、NX と同じエンジンなんで、乗せてるエンジンが、まあ車種専用チューンとはなってるとはいえ、バイポーラー型になってるとはいえ、それでもね、やっぱ出足のもっさり感とベタ踏みした時の加速感っていう部分、あと軽快感ですよね。その部分ではやっぱり NX の方が車重も軽いので、軽快感はね、NX の方がよりキビキビした走りが楽しめます。RX はどっちかというとどっしりとこうゆったりとっていう形が強い印象があるんですよね。で、それがこの350のガソリンターボモデルになると、本当にね、走りの本質を楽しめるというか、踏めば爆発的な加速力が得られる。でも、日常で走ってる分にはすごい静かだし、エンジンノイズもさほど騒がしくないし、本当にね、いいベストバランスだなっていう風に感じます。いや、これね、ほんとね、購入決めてよかったです。本当に。今乗ってる改良前よりもさらにね、良くなって発売されるっていうところなんで、もう私としてはね、もう契約して後悔なしですね。まあまだ実際契約はできないですけど、まあこれはもうほんと買いですね。なんで、まあ皆さんね、もし RX とかね、まあ NX でもいいんですけど、レクサス車に興味のある方、ぜひね、お近くの販売店行っていただいて、まあネットで試乗予約取っていただければ、どこのお店にね、何の試乗車が配置されてるのかも全部わかりますので、先にネットで最寄りの店舗調べてみて、で、そこからね、自分のお気に入りの車種配置してる店舗さん試乗予約してもらって、でね、レクサスに足運んでいただければいいのかなと思います。あ、ちょっとレクサスって言ったんでね、レクサスが反応してますね、画面でね。いや、本当にね、最高です。はい、じゃあここでですね、RX350 のちょっとフル加速一回やってみたいと思います。では行きます。3、2、1、GO! やっぱそうですね。やっぱそうです。0.5 秒ぐらいのターボラグはやっぱありますね。まあこの辺はね、ターボ車なんでもう仕方がないと思うんですけど、まあでもよくできてると思います。めちゃくちゃターボラグあるかっていうとそうでもないです。グッて踏み込んでからやっぱ 0.5 秒ぐらいのラグがあってから、そこからグッと伸びのある加速するという感じですね。で、まあラグが気になる方はこれね、マニュアルシフトに一回落としてもらって、で自分で一足下げてからこうグッとね踏むと、まだね、よっぽどラグもそこまで気にならないのかなと思いますので、いやいや、本当にね、よくできてると思いますよ。まあ、強いて言えば年次改良で、このラグがね、もうちょこっとね、改善されると、オーナーとしては嬉しいかなと思うんですが、まあ、ターボモデル特有なんでね、まあ、そこは致し方なしかなというところもあります。いかがだったでしょうか？いやーね、もう購入決意してよかったってね、改めて感じましたね。逆に改良後の RX350 はどこまでね進化しているのかが楽しみになってきました。新型 RX が発売されたのが2022年11月18日でしたので、今年で3年目に突入しようとしているわけです。都会派 SUV の王者たる風格と走行性能により深みが加わっていることに違いないと、そう信じたいと思います。いやね、きっとそのはずなんですよ。今回の試乗でより購入意欲が増しましたし、早くね RX オーナーになりたいなと心からねワクワクドキドキしてました。間違いなく買って後悔のない買い物となりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。こんな感じで当チャンネルではレクサス関連のあれこれを自由気ままに毎週配信しております。今後はリセールを意識してつけたオプション紹介ですとか支払い方法、様々な支払いシミュレーションの動画などもアップを予定しております。気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。いいねでも応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。